裏おろしの方がおろしやすい魚ではあるんで、まあ3日経つとね、はい、今日はこれね、マナガツオを使って西京焼きと幽庵焼きっていうね、味噌ベースの焼き物と、醤油ベースの焼き物2種類紹介しようかと思います。他の魚と一緒でね、まずは鱗を取っていきますよと。マナガツオの鱗ってね、すごい取りやすくて、もう包丁でねこするだけでこんな感じで簡単に取れていくんですよ。鮮度が落ちるとどんどん鱗って、時間が経つにつれてね勝手に剥がれてっちゃうんで、だからね昔流通が悪かった時代なんかは、鱗がない魚だと思ってる人がいるぐらいね、この鱗付きで出回ることが少なかった魚でもありますかね。でねこれね包丁でね普通に取れるんですけど、もしね包丁で取るのがちょっと面倒だったら、これね金だわし、これ魚用に1個ね金だわし出してあげて、でこうやってね金だわしでこすると結構ね簡単に鱗は取れますんで、好きなように鱗取ってくださいねと。で、こんな感じでね鱗落とせたら、ここからね、頭を落として、マナガツオをさばいていきますと。ここから頭を落としていくんですけど、普通の魚って、ここにね胸びれがあって、でこの辺に大体腹びれがついてるじゃないですか。で胸びれと腹びれをねつなぐラインでこう落とす場合が多いと思うんですけど、マナガツオの場合はここにね腹びれがないので、ここをね比較的大きく取ることができますよって感じですかね。でお腹はこのラインで取ったら、頭もねここ骨があるんですけど、ここまでね頭の肉が取れるんで、頭はこういった角度でね落としますよと。こういうラインで落とすんですけど、こう他の魚とはちょっと違った角度で、頭を落とすことになると。マナガツオっていうのはマネにカツオっていう字を書くんですけど、で、マナガツオってね主に瀬戸内で取れるんですけど、瀬戸内ってカツオが取れないじゃないですか。なんでこれをねこの魚をカツオに見立てて、カツオのね真似をした魚っていうことで、この名前がついたなんて言われてますかね。はい、こんな感じで、頭を落としたら、内臓を取り出していきますと。でマナガツオって卵持ってる場合が多くて、これはね漁の時期と関係があって、マナガツオってね普段は水深の深いところにいるんですよ。それが産卵のためにね浅い海に出てきた時に漁をするっていうので、だから結構ね産卵期に漁をする魚なんですよね。なんでマナガツオねメスの場合は卵持ってる場合が多いですね。はい、で、頭を落として内臓を出したら、ここで一旦身を洗いますと。ここからおろしていくんですけど、若干ね形がいびつではあるんですけど、こっちの身はね普通の3枚おろしでおろしていきますよ。なんでこうやってねヒレの際に包丁入れてあげて、でここからね中骨まで切り進めてって形でおろしていきますね。マナガツオはね結構ね身が硬いんですよね。骨は柔らかいんですけど身がね結構しっかりした魚なんで、意外とねそこの点でおろしづらい魚かなとは思いますんで、こんな感じでね中骨がここにあるんで、ここまでねしっかり包丁入ったら背中側の身をおろしていきますと。英名はねバターフィッシュっていうような、なんでそれぐらいねしっとりとした魚って感じですかね。これね関東ではもうほとんど取れることがなくて、なんで関東の人は意外とねマナガツオって言っても知らないって場合が多いですかね。鮮度さえ良ければ刺身でも食べられるような魚ではありますかね。ここまでね背中も下ろせたら身を外して、こっち側のね下の身っていうんですかね、下の身は、下ろせますよと。こんな感じですね。で、今度こっちの身を下ろしていきますと。こっちのね上身下ろしていくんですけど、上身はね普通にこうやって3枚に下ろしてもいいんですけど、
結構ね裏おろしの方がおろしやすい魚ではあるんで、こうやってねちょっと最初に皮目だけ切り目入れてあげて、であとは裏おろしにするなんて人も結構多いですかね。こうね骨を上に向けて、でさっき入れたね皮の切れ目からこう包丁を進めていくっていうおろし方ですね。こんな感じでねこう包丁をこの上の骨に当てながら切り進めていきますよと。でね魚ってね大体そうなんですけど、このね内臓がついてたところの一番手前のねここの骨が太いんですよ。だからここの骨をね最初に外したりだとか、最後にね外したりだとかすると比較的ね他の身を削らずにおろせるんじゃないかなとは思いますんで、こんな感じでねこっち側外れたら、今度背中も同じようにおろしていきますよと。で裏おろしのポイントは左手で骨をしっかり押さえてあげると。包丁は上に力入れると。骨1枚挟んで包丁をこう手に当ててるんでちょっと怖いんですけど、そうやっておろすと比較的おろしやすいのかなとは思いますんで、慣れるまでは3枚おろしでもいいのかな。こんな感じで、背中側の身も外れたら最後この中骨を外しますと。こうするとね骨外せて、でこっち側の身が取れますよと。魚おろせたらここから、味噌漬けとね醤油漬け、西京焼き、幽庵焼き作っていくんですけど、マナガツオみたいにね骨が柔らかい魚こうおろした時にねどうしてもこう身にね骨を削ってこう残っちゃう場合があるんで、そういうね残ってる骨なんかあったらね包丁でもいいですし、こういう骨抜きなんかでねこうちょっと外しといてあげると食べよい焼き魚になりますんで、その辺ねちょっと気使ってあげてもいいのかなとは思いますね。最初にね西京漬けね作っていきます。ここに骨と腹膜とがあるんで、まずねこれを外してしまいますよと。これねつけたまんま焼いてもいいんですけど、このね腹膜はね味が染み込みづらいんですよね。膜取っちゃってから漬け込んだ方が、味がね均一に入りやすいのかなとは思うんで、これね骨と一緒にこの腹膜も、外してくださいと。ここに1本硬い骨があるんでうまいこと外してくださいって感じですかね。こんな感じでね腹膜外せたらここの真ん中の、血合いのところで半分に割ってしまいますよと。で半分に割るとねお腹側か背中側か、僕は大体お腹側に残すんですけど中骨が残ると思うんで、それもねこんな感じで薄く包丁で外してしまいますと。で、この状態になったらね味噌につけていくんですけど、人によってはねもうこの時点でこう切り身にしちゃってから、つけていくなんて方もいるんで、その辺ねお好みで、僕の場合は、このね塊ごとつけてで焼く前に適当な大きさに切ってから焼くっていう感じですかね。西京漬けに使うのはね、当然ながらこういうね西京味噌っていうねちょっと白っぽくてね甘みのある、京都の味噌ですね。でもしね甘いのが嫌だったら普通の味噌使えばいいんで、そうすると西京漬けじゃなくて味噌漬けになりますって感じですかね。で西京味噌自体はね結構柔らかい味噌ではあるんですけど、これねみりん加えて伸ばしてあげるとある程度浸かりも早くなるし、扱いやすくなるんで、みりんね適量入れてこのね味噌伸ばしてあげてくださいと。これね正直そのまんま味噌につけてもいいんですけど、結構ねそのままつけると時間かかるんですよね。なんで僕はね
うやってみりんで伸ばしてつけてますかね。あと甘さ加わるのが嫌だって方はね、酒で伸ばすなんて方もいらっしゃいますね。あと嫌いじゃなければね、これは、酒粕っすね。結構香りのある西京焼きができますかね。これあんまりね、酒粕入れすぎると今度粕漬けになっちゃうんで、適度に加減してって感じですかね。で味噌はね、こんな感じで均一に混ざったら味噌床の完成ですね。このマナガツをつけていくんですけど、人によってはね、このまま味噌につけちゃう方もいるんですけど、こうやってね、薄く塩振って多少ね水分を抜いといてあげると、このね味の入りが良くなるんで、表と裏に、本当に薄くね塩振ってあげてから、30分ぐらい置いて、でそこから漬け込むといいんじゃないかなとは思いますね。30分経つとね、こういった感じで表面に水分浮いてくると思うんで、これ一旦洗い流してから漬けていきますよ。でね、このね、塩振ってね最初に出てくる水分って結構臭みがあるんで、このね水分はしっかり洗い流してくださいと。水気を一旦拭き取って、でここから、漬け込んでいきますよと。で西京漬け作るときはね、こんな感じでバットかなんか用意してあげて、ここにねさっき作った味噌を、敷いてあげて、人によってはねここに直接こう漬け込んじゃう方もいるんですけど、こういった形でね、キッチンペーパーかね、あとガーゼとかをこう敷いてあげて、マナガツオを敷いて漬けていきますと。これね、マナガツオ、僕はね味噌漬けの場合はこうやってこの切り身にしないで漬け込んで、でね、この後やってね、幽庵漬け、醤油なんかでね漬ける場合は切り身にしてから漬け込むんですけど、なんでそうするのかっていうと、結局ね切り身にすると表面積が増えるんで、そうするとね味噌漬けの場合はね、これをね2段3段っていうね作っていかなきゃならないんで、そうすると使う味噌の量と手間が増えるんで、僕はね手間を省きたいなというのがあるんで、切り身にせずにこういうね塊のまま漬け込んでしまいますって感じですかね。漬け込む時間なんですけど、僕の場合はねこのまんま、冷蔵庫でねだいたい3日漬け込んで、でそこからね食べていくって感じですかね。これもちろんね味の好みもありますし、身の厚さだとか身の脂の乗りだとかね、魚の状態によっても味の入り方変わるんで、ちょうどいいね味のところを見つけてあげればいいんじゃないかなと思いますね。でしまうときはね上からねラップかなんかして、しまってあげてくださいねと。西京漬け3日間経ちましたと。で3日経つとね、こんな感じでこのシート剥がしてあげると、身の水分も抜けて、程よくね色もついて味も染みてそうなら、あとはねこれ切って焼いて食べるだけって形ですね。これね場所によってね身に厚さに差があるじゃないですか。尻尾の始まりあたりの部分なんですけど、ここが厚くて、こっちが薄いっていうね。どうしてもね薄い方が先に火が入って、厚い方は火がね入るの遅いんで、こんな感じでね薄い方はこう折り込んであげて、で串を打ってあげると、バランスの良い焼き物ができるんではないかと思いますね。でもちろんねこれそのまま焼いてもいいんですけど、山になってる部分にねこんな感じで包丁入れたりしてあげると、格子って言ってパッテンに入れてもいいですし、一方向だけに入れてもいいですしって感じですかね。人によってはねこうやって串打つ前にね最初にもう皮目にこうやってね包丁目入れといて串打つなんて人もいますかね。はい、そしたらね、あとは焼くだけと。焼くときはね別にこれ炭で焼いてもグリルで焼いても何でもいいと思うんですけど、
西京味噌って結構糖分が強いんで、あんまり強火でやると焦げるんで、だから理想はね、強火の遠火っていうんですけど、こう全体に均等に火が入りつつ、表面にうっすら焼き色がつくぐらいを目指して焼くといいんじゃないかなと。サンマとかを焼くような火加減でやると、結構ね、この味噌の糖分が焦げるので、そこだけ注意してくださいって感じですかね。焼けたら、あとは盛り付けるだけ。この仕上がりにね、表面にね、こういう照りが欲しかったら、焼いてる途中でね、みりんとか塗ってあげると照りは出ますので、このね、串抜くときは箸かなんかでね、身を押さえながら、この串をね、こう回しながら抜いてあげると、こんな感じでね、比較的綺麗に抜けますんで、これね、今回竹串使ったんですけど、金串だとね、もうちょっと綺麗に抜けるんで、だからお店なんかで焼き魚ね、頻繁に作るような場合はね、金串があると便利ではありますかね。これ茹でて酢に取ったみょうがなんですけど、こういうね、みょうがとかを、添えてあげればいいんじゃないかなと思いますんで。で、この後、幽庵漬けね、醤油漬けの焼き物を作っていきたいと思いますと。続きまして、残りの身はマナガツオの幽庵漬け、醤油漬けね、作っていきたいと思います。で、これね、骨外したりだとかね、真ん中で渡したりだとかを、味噌漬けと一緒っすね。醤油に漬け込むときはね、こうやって切り身の状態にして、で、そこから漬けていきますよと。このね、適当な大きさに切ってあげて、で、そこから漬けていきますと。切り身にした方が表面積が広くなる分、浸かる時間は早いんですよ。醤油の時はね、醤油がこの切り身の間に勝手に入っていくんで、醤油の時だけ僕はこう切り身にして漬け込んでますがね。醤油漬け込む前に全体に、薄くね、塩を振っておきますと。切り身にしてる分ね、当然塩の入りが早いんで、10分ぐらい置いとけばね、この表面に水分浮いてくるんじゃないかなと思いますんで。でね、今度ね、幽庵酢作っていきますと。でね、幽庵酢っていうのはね、とっても簡単で、お酒と、これね、みりんね、みりんと醤油、これがね、1対1対1の割合で、合わせたものが基本の幽庵酢って感じで、であとね、ここにね、好みで柚子足したりだとか、一味だとかね、ネギだとか人によっては足したりだとかっていう感じなんで、これね、酒とみりん入れるは入れるんですけど、基本的にはね、沸かさずに使う場合が多いですかね。で、10分経ちましたと。これも味噌漬けの時と一緒ですよね。こんな感じでね、身に水分浮いてきたら、この水分洗い流して、で、漬け込んでいきますと。水気切ってあげて、さっき作った幽庵酢に漬け込んでいきますよと。漬け込む時間はね、もうこれもね、完全に好みなんですけど、早い人で30分ぐらいですかね。で、結構濃いめにね、しっかり漬け込む人で半日とか、そのぐらいを目安におのおの加減してくださいって感じですかね。つけるとどうしてもこう魚が浮いてきちゃうんで、こうやってね、上からペーパー落としといてあげると、ムラなく浸かりますよ。冷蔵庫に入れる人もいるし、常温で漬けちゃう人もいるしって感じですかね。で、当然ね、常温で漬けた方が味の浸かりは早いですよ。はい、で、こんな感じでね、漬けて、今でちょうどね、3時間ぐらい漬けたんですけど、で、触ってみて、こうね、身の水分抜けてね、こうなんかねっとりしてきたら、大体味入ってるんで、
まあそしたらこれね地から揚げて、であとは焼くだけって感じですね。まあ一度にね食べきれない場合はこのね漬けた後、醤油に漬け込んだ後だからこの状態ですね。この状態でまあ冷凍してあげれば、まあ、日持ちはするので、残った地の方は、まあ、当然ねこっちの魚からの水分がこっちに溶け出すんで薄まりはするんですけど、まあ2回3回ぐらいならね続けて使えますんで、まあその辺ねうまく使ってくださいと。幽庵焼き、まあ焼き方はね西京焼きと一緒なんですけど、さっき西京焼きのところで説明しなかったんですけど、これねこっち側はね、背中側の身なんですよ。でこっち側は腹側の身で、背中と腹を比べた場合ね、どうしてもね背中の方がね皮って厚いんですよ、その魚の皮が。なんで、まあ、背中側のね身を焼くときは、まあ、結構しっかりめにね皮目に包丁入れてあげた方が、食べるときにね、まあ、食べよいんじゃないかなとは思いますんで、まあはい、焼いていきます。こんな感じで適度に焼き色がついたら完成でございますと。でまあ添え物ね、そういうもの、まあ別に大根おろしでもいいんですけど、今回はこれかぶね、すりおろしたかぶをちょっと添えてみました。はい、以上でございます。